ここは JR 淀線松丸駅です。これより籠森城跡を巡ってみます。籠森城を登るにあたっての注意点としては、籠森城には自動販売機がありません。飲み物は事前に用意しておきましょう。あと、籠森城にはトイレがありません。電車の方は松丸駅でお済ませください。車の方は駐車場近くの山吹庵にもトイレがあります。では搭乗口ですが、松丸駅から徒歩10分の城の北側永昌寺口、または約20分で城の南側風呂ヶ谷入り口駐車場から搭乗できます。今回はガイドマップに沿って風呂ヶ谷入り口駐車場から搭乗します。右に行くと籠森城、左が松野町立浮世記念館。ここは浮世記念館。籠森城の歴史や出土品を展示した常設展が松野町立浮世記念館にあります。今日は残念閉まっていました。ここは永昌寺です。戦国時代、この場所は城主の居館が置かれていました。この門はもともと籠森城の城門だったもので、永昌寺に移築されています。では風呂ヶ谷入り口駐車場に向かいます。ここに馬洗場遺構、武家屋敷群、井戸が存在していました。地元の小学生が書いた説明板が置かれています。岩盤を円形に削り、周りに石を積んでいます。斜面から流れてくる山水をせき止めて溜める仕組みの井戸です。深さは約2メートル、広さは4平方メートルあります。西大十曲輪に向かいます。ここから高低差30メートル、つづら折れの道を登ります。西曲輪小口。門の両側には敵の侵入に備えるための土塁、火を使った囲いなどの防御施設がありました。2つの柱穴が発見されており、門の柱を立てた跡です。現在ここに棟門が復元されています。西大十曲輪です。城の主郭を中心として最も先端に位置する曲輪です。城の防御の最前線としての役割を担っていました。東西35メートル、南北30メートル。掘立柱建物、土塁、多聞櫓、土塀が確認されています。そのうち16世紀の古い時代にあった掘立柱建物、土塁が復元されています。掘立柱建物は馬屋と番小屋が一体化した建物と言われています。屋根はこけら葺きでひさしを設けていました。壁は土壁で下地窓がありました。部屋の中は板敷きで、角には柱を使用。地元の小学生が作った案内板です。
籠森城の概要、城主の生活や山城の戦いについて分かりやすく説明してあります。ここに続日本百名城スタンプが設置されています。ノートが置いてあり、中を見てみると遠くから来ている人がたくさんいました。曲輪の外側斜面は急斜面の人工的に作られた崖となっており、さらにその外側には多数の堀切や縦堀が広がっていました。これより西第二曲輪までの9つの曲輪が階段状につながっています。西第二曲輪と西第三曲輪の間の堀切、敵の侵入を阻止するためのものです。この地点には本格の入り口である小口がありました。西暦1400年代の古い時代、ここは小口ではなく堀切だったようです。戦国時代になると堀切を壊して石垣を構築し道を作り、今見られる形になりました。すぐ下の東上道には当時使われた道が見つかっています。岩を削って階段状にしているのがわかります。本曲輪内部、籠森城で最も重要な場所で標高が一番高いです。規模は東西50メートル、南北20メートル。主殿舎、台所、番小屋の建物跡が発見されています。多量の瓦や礎石も見つかっていることから、西暦1600年前後には天守相当のものが存在したと言われています。東第四曲輪と古城第二曲輪の間に設けられた堀切です。発掘調査により門跡も見つかっています。この門は内と外を分けるような位置にあることから、大手、要手といった城の最も重要な出入り口、小口として機能していました。古城、岩盤を掘り抜いた多くの柱穴が見つかっており、建物跡9棟、石打棚跡1基が確認されています。石打棚跡。石打棚とは厚い土の壁と屋根からなる防御施設です。有事には壁内側の中段に棚を設けることで、上下に兵士を並べ2段で攻撃ができるようになっていました。古城からの見通しが良く、広見川流域や市場を眺められます。古城から新城に向かう道沿いに御辻寺の群生地があります。4月頃には見事な赤いトンネルができます。新城、古城から南に伸びる尾根の先端に設けられた曲輪です。周囲を帯曲輪が巡っているのが特徴で、一周することができます。中央にはせいろ櫓があり、周囲を土塁で巡らせていました。ここから西第十曲輪や本曲輪方面が望めます。ここから土佐方面からの敵を見張ることができました。帰りは新城から風呂ヶ谷に抜ける道を通って下ります。近くには道の駅、虹の森公園松の屋、JR 松丸駅構内にポッポ温泉という入浴施設もありますので、山登りで疲れた体には良さそうです。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。